みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日は、アフリカ大陸の元気な国、南スーダンについて見ていくのだ。実は、南スーダンには、すっごく面白い習慣があるのだ。なんと、結婚するときにお金の代わりに牛を送るのが常識なのだ。すごい人だと、お嫁さんの家族に牛を100頭以上もプレゼントすることもあるらしいのだ。わわわ、想像しただけで壮観なのだ。そんな南スーダンにまつわるニュースを今日は全部で5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが4つ目のニュースなのだ。オピニオン。エチオピアの台頭、植民地ナイル条約の瓦解という記事なのだ。これはただのニュースじゃないのだ。エチオピアがナイル川の水の権利をめぐって過去の植民地時代の不公平な条約を跳ね返し、自分たちの国の主権を強く主張する、まさに歴史的な出来事なのだ。ナイル川の水のほとんどはエチオピアから流れてくるのに、今までその水を使う権利がほとんど認められなかったなんて、とってもおかしい話なのだ。このダムの完成は、植民地時代の鎖を壊し、不正義に対する勝利なのだ。アフリカ全体に響き渡る、経済的、地政学的な大革命なのだ。これは絶対に聞き逃せないのだ。この動画が面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。さあ、みんな、一緒に南スーダンの世界を旅していくのだ。アフリカ大陸の真ん中あたりに位置する、南スーダンという国をご存知でしょうか。2011年にスーダンから分離独立した世界で最も新しい国の一つなのだ。東アフリカの内陸にあり、雄大なナイル川が国の中心を流れているのだよ。首都はジュバで、これから発展していく活気にあふれているのだ。かつて長きにわたる内戦を経験した歴史を持つけど、今は平和を築き、未来へ進もうとしている共和制の国なのだ。人口はおよそ1100万人で、ディンカ族やヌエル族をはじめ、実に多様な民族が暮らしているのだ。それぞれの民族が独自の伝統や文化、言語を受け継いでいて、とても豊かなのだよ。この国の主要産業は石油なのだ。国の経済を支える大切な資源だけど、肥沃な土地が広がり、農業も大きな可能性を秘めているのだ。ゴマや綿花などが育つのだね。現在、南スーダンは平和の定着と国づくりの真っ只中なのだ。教育や医療、インフラの整備は大きな課題だけど、同時に多くの国際機関が人道支援や開発に力を入れているのだ。気候変動による影響も受けているけど、若い世代が知恵を出し合って乗り越えようとしているのだよ。豊かな自然と困難を乗り越えようとする人々の温かい心が息づく希望に満ちた国なのだ。一つ目のニュースなのだ。SPLA、IO と見られる部隊がマリディ襲撃で SSPDF 兵士7人を殺害という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。南スーダンのマリディ郡で悲しい事件が起きたのだ。南スーダン人民国防軍 SSPDF の兵士さんが早朝の攻撃で7人も命を落として1人が負傷したのだ。この攻撃は反対派のスーダン人民解放軍 SPLA、IO の仕業だと疑われているのだ。事件はマリディ町から少し離れたモヌブ村で最近設置された SSPDF の兵舎が狙われたのだ。マリディ軍のコミッショナーさんはこの事件を強く非難しているのだ。平和が一番大切なのに、戦いばかりでは国は良くならないのだ。不満があるなら、きちんと平和的に話すべきなのだと訴えているのだ。マリディ軍の事務局長さんも、このことを認めているのだ。襲われた部隊は、治安が悪化していた道路をパトロールするために、数日前に配備されたばかりだったから、不意をつかれたのだって話しているのだ。SSPDF のスポークスパーソンには連絡が取れなかったのだ。SPLA、IO の書記さんも、まだ公式な情報を受け取っていないって言っていたのだ。この攻撃は、マリディ軍でまた治安が悪くなってきている証拠なのだ。実は、2018年の和平合意の進み具合が悪くて、
政治的に行き詰まっている中で起こったのだ。 SPLA-IO の指導者はもう3月からずっと自宅軟禁されているのだ。暫定政府もいろんな部隊をまとめたり、2026年12月に予定されている総選挙の準備がなかなかうまくいっていないのだ。早くこの状況が良くなって、みんなが安心して暮らせるようになってほしいのだ。2つ目のニュースなのだ。ワウ司令官、任命拒否で SPLA-IO 亀裂拡大という記事なのだ。皆さん、大変なニュースがあるのだ。南スーダンの野党勢力 SPLA-IO で大きな分裂の危機が起きているのだ。西部バハル、ガザル州の SPLA-IO 第6アンペア師団の司令官、ジョセフ・ベンソン少将が第1中将への昇進と第8セクター司令官への任命を拒否したのだ。この任命は SPLA-IO の代理議長であるナサニエル・オイエットさんが出したものなのだ。オイエットさんは SPLA-IO のリーダーであるリーク・マシャール第一副大統領が拘束されてから代わりに指導しているのだ。ベンソン少将はこの任命が政治的な動機によるもので州の平和を壊そうとしていると強く批判しているのだ。軍のちゃんとした手続きを踏んでいないからまるで市場から来たような命令だと怒っているのだ。彼は2018年以来ワウのモットーは平和なのだと言って他の SPLA-IO の司令官たちにもこの発表を無視するように呼びかけているのだ。ベンソン少将が任命を拒否したことで平和構築大臣のスティーブン・パークオルさん率いる分派など他のグループと連携する可能性も出てきたのだ。マシャールさんが捕まって以来 SPLA-IO の軍事部門はオイエットさん側に集まっていたけどこれでまた複雑になるのだ。実はサルバ・キール大統領も先日西部バハル・ガザル州の知事にクオルさん派閥のシェリフダニエル・シェリフ少将を任命したばかりなのだ。2018年にはマシャールさんとキール大統領が5年続いた内戦を終わらせるための和平協定に署名したのだ。でも軍の統一や憲法制定、選挙準備といった大事な約束はまだ守られていないのだ。さらにマシャールさんが拘束されたことで SPLA-IO 内部の対立が深まって和平の実現がますます難しくなっているのだ。西部バハル・ガザル州は SPLA-IO の重要な拠点だったのだ。この分裂が平和に影響しないかスンダモンは心配なのだ。3つ目のニュースなのだ。オピニオン・コミュニティの働きかけは政治犯の助けとなる。ステファン・ブワイ将軍とアコット・ルアル将軍の事例という記事なのだ。政治的拘束者にとって地域社会の擁護がいかに大切かを訴える記事なのだ。2018年6月1日、著者がケニアでコミュニティリーダーに就任した日、ステフェン・ブエイ氏は反乱の疑いで拘束され、公衆の面前で手足まで縛られ、屈辱的な扱いを受けたのだ。まるで危険な犯罪者のような扱いは、南スーダンの憲法が定める無罪推定の原則に反し、非常に心が痛む出来事だったのだ。ブエイ将軍のケースは、公的機関が個人の意見の相違で攻撃的になるという南スーダンの問題点を浮き彫りにしたのだ。著者は、この不正義を目の当たりにし、コミュニティの代表として彼の釈放のために声を上げることを決意したのだ。しかし、この擁護活動は一部から誤解を受け、なぜ他の政治家には賛同しないのか、と批判されたのだ。ブエイ将軍が過去に特定の政党を支持したことを理由に、擁護に値しないと言われたこともあったのだ。それでも著者は、ブエイ将軍には自分で判断する権利があり、不当な扱いを受けている人を助けるのは当然の責務だと考えたのだ。以前、ドクター・リーク・マシャール氏の釈放を求めた時と同じように、公平に正義を追求したのだ。著者が所属する団体は、平和と正義、
和解を目的とする非営利団体なのだ。この理念に基づき、著者は武衛将軍の釈放を求めて粘り強く活動したのだ。そして、その信念とコミュニティの支援のおかげで、彼は最終的に解放されたのだ。最近では、アコとルアル氏も同様に拘束されたものの、地域社会の熱心な擁護活動によって釈放されたのだ。これは、コミュニティの連帯が政治的拘束者を救う上でいかに重要かを示す良い例なのだ。一方で、擁護の声が少ないために今も多くの人が拘束されている現実もあるのだ。現在の南スーダンは、憲法や法の支配を無視し、間違った方向に進んでいるように見えるのだ。だからこそ、地域社会の擁護と連帯が非常に大切になるのだ。ただし、預言者マクアックタットカー氏が将軍の釈放を求めた際に、隣接州への戦争をちらつかせたのは決して許されないのだ。戦争は最終手段であり、無関係な人々を巻き込むべきではないのだ。問題の解決は暴力ではなく、対話と妥協にあるのだ。暴力はさらなる暴力を生むだけなのだ。4つ目のニュースなのだ。オピニオン。エチオピアの台頭、植民地ナイル条約の和解という記事なのだ。みんな、こんにちはなのだ。今日は、エチオピアで完成した、グランド、エチオピア、ルネッサンス、ダム、通称 GERD についてお話しするのだ。このダムは、ただの大きな建造物じゃないのだ。エチオピアが、過去の植民地時代の不公平な条約を跳ね返し、自分たちの国の主権を強く主張する、まさに歴史的な出来事なのだ。ナイル川の水の約 85% はエチオピアから流れてくるのに、今までエチオピアにはその水を使う権利がほとんど認められなかったのだ。エジプトは、イギリスが植民地時代に作った1929年の条約や、1959年のスーダンとの合意にずっと固執しているのだ。でも、この条約は上流の国々を完全に無視していて、エチオピアを排除しているのだ。これは法的に考えても、道徳的に考えても、とってもおかしいことなのだ。エチオピアが GERD を建設したのは、誰かを攻撃するためじゃないのだ。自分たちの国の資源を国民のために使うという当たり前の主権を行使しただけなのだ。何千万人ものエチオピア人が今まで電気のない貧しい生活を強いられてきたのだ。GERD が完成すれば5000メガワット以上の電力が生み出されて、みんなの生活や産業が大きく変わるし、地域全体のエネルギー統合にも貢献するのだ。人口がどんどん増えているエチオピアにとって、電力は絶対に必要なものなのだ。エジプトは GERD を国の存亡に関わる脅威だって言っているけれど、独立した研究では、ダムがナイル川の季節的な水位変動を安定させたり、水の蒸発を減らしたりして、干ばつの時にはエジプトにとってもメリットがあるって示されているのだ。エジプトの主張は科学的な事実よりも政治的な面が強いのだ。もちろん、エジプトがナイル川の水を必要としているのは本当なのだ。でも、植民地時代の合意を理由に、エチオピアみたいな上流の国が自分たちの資源を適切に利用する権利を否定するのはやっぱり間違いなのだ。これらの条約は、イギリスの綿産業のために作られ、エチオピアはわざと排除された不公平なものなのだ。しかも、エジプト自身はアスワン、ダムを建設した時、上流の国に相談なんてしなかったのだ。これはダブルスタンダードなのだ。エチオピアのアビー首相も、開会式で、このダムは、兄弟国を傷つけるためじゃなく、エチオピアが繁栄し、地域全体を電化し、歴史を変えるためなのだ。って力強く語っていたのだ。GERD は、地域全体が一緒に進歩するためのチャンスなのだ。エジプトは、歴史的な権利っていう考え方に固執するのをやめて、公平で互いを尊重する対話を受け入れるべきなのだ。ナイル川の未来は、植民地時代の古い考えに決められるんじゃなくて、今、水に頼って生きている何百万もの人々の願いによって形作られるべきなのだ。このダムは、
エチオピアの回復力と不正な過去への抵抗の象徴なのだ。エジプトが対立じゃなくて協力の道を選んだら、ナイル川はみんなの繁栄をもたらす川になるのだ。もし植民地時代の不公平を守り続けたら、エジプトは歴史の誤った側に取り残されてしまうのだ。今日、エチオピアはナイル川を取り戻したのだ。植民地時代の鎖は壊され、帝国は倒れ、ダムはそびえ立ったのだ。これは植民地時代の不正義に対する勝利なのだ。アフリカ全体に響き渡るエチオピアの経済的、地政学的な革命なのだ。5つ目のニュースなのだ。ヤンビオ、一般道路でバイク利用者らが強盗団に襲われるという記事なのだ。西エクアトリア州警察がヤンビオから一般へ向かう道で週末に武装した人たちによる強盗事件があったことを確認したのだ。バイクに乗っていた2人が襲われ、持ち物を奪われた上にバイクまで燃やされちゃったのだ。でも幸いなことに死者や負傷者はいなかったのだ。州警察署長のフィリップ・マドゥト・トン少将によると、犯人たちは2人のバイク乗りを止めお金を奪ったそうなのだ。彼は地域のみんなに治安を乱す犯罪者を警察に通報してほしいと呼びかけているのだ。一派軍のウィルソン・テテラコミッショナーもこの事件を認めているのだ。被害者はバイクタクシーの運転手さんで、一人は一派軍から、もう一人はマリリ軍から来ていたのだ。彼らは数キロの近くで襲われて、持ち物を奪われ、バイクは燃やされちゃったのだ。でも、16歳の被害者の男の子は無事にヤンビオにたどり着けたそうだから、それは良かったのだ。地元の若者は、この事件で道を使う旅人たちがすごく怖がっているって言っているのだ。誰が襲っているのかわからないから、みんな不安でいっぱいなのだ。州当局は、襲撃犯がただの犯罪者なのか、それとも反乱軍なのか、まだ捜査中なのだ。早く真実がわかるといいのだ。南スーダンのニュースは、争いの厳しさや治安の課題、そして政治的な困難を伝えているのだ。でも、困難を乗り越えようとする人々の温かい心、そして対話やコミュニティの力が平和へつながる希望なのだ。ナイルの恵み豊かなこの国が、みんなで力を合わせて明るい未来を築けるよう、スンダモンはずっと見守り応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。